コンデレ参加を狙うマシン、ライズエンペラーのエンペラー部分がその片鱗をようやく見せました。エンペラー部分とクロス部分を1回分割して、そこから再構成し、ライズエンペラーにまとめ上げ、その消化を試みるこの企画。いよいよ次の段階に進みます。シャーシではなくボディの改造にこだわりを見せ、細部に神は宿るの言葉を信じ、細々とした修正を繰り返していきます。原型どこ行った？これはミニ四駆なのか？そんな数々の疑問が脳内をかすめていきますが、原作リスペクトというロマンを心の支えに自分の見たいものの具現化のために今日も突き進みます。果たして破綻なくマシンとしての体をなすことができるのか？甘い改造構想が原因で次々に噴出してくる不都合と高想像とどんどん乖離していくライズエンペラー。そのギャップを知恵と努力ですり合わせ、今日も作業をしています。ひとえに自分の作りたいもののために。それでは今日の MA 改造計画をお楽しみください。こんにちは。見たいものを作る企画主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。ライズエンペラーでコンデレ第5回ですよっと。おや？主任さん何をやってるんですか？絵コンテを描いてるんだよ。絵コンテ？何のために？そりゃあコンデレでライズエンペラーをかっこよくアピール。で、今回は何をするんですか？いや聞けよ。今回は前回までに仕上がったライズエンペラーのエンペラー部分を基礎にしてクロスの大まかな形をとっていこうかなと。いつも通り3行で。コンデレ参加用のライズエンペラー、エンペラー部分はひとまずよし。今回はクロス部分をやるぞ。えいえい。かわいいわ。ゴールだから。本当にもう油断するとそういうのしれっと混ぜる。5本。本 MA 改造計画ではかっこよさをテーマにミニ四駆を作っています。このシリーズではコンクールでレダンス参加を目指しています。過去分や他のミニ四駆シリーズもぜひご覧になられてください。高評価、チャンネル登録、コメント等お待ちしています。よろしくお願いします。さて、まあ現状確認から言ってみようか。そうですね、基本は大事ですね。バラバラにしちゃったクロス部分を現状のエンペラー部分に乗せてみた。どうかな？お、それなりに見えますね。よきよき。じゃあ今回はここからかな。フロントフレームだね。ほうほう。当たりを取っただけのパーツをプラ板を追加してパーテ盛りだ。あとアクリル板が残っているからフロント部分にウインカーを追加しよう。え、光源は？光源はここ。は？それはメインライトでしょ？だからこうやってアクリル板を貫通させて光を透過させてみようかと。はあ、なるほど、面白いアイデアですけど、光りますかこれ？そうだね。これは正直やってみないとなんとも言えないよね。ああ、装備一的に厳しいかなこれ。まあ、うまくいったら儲けものですよね。全くだね。次はここ。サイドフレームですね。ああ、多分ここが最難関。マジで絶望的だわ。そんなに？まず資料と現物を比較してみよう。1、まず影も形もないジョイント。初手からこれですか？きっついな。2、発資材と見間違うばかりのバッテリーカバー。もはや端材ですよこれ。3、シールだけどここは欲しいエッジのディティール。確かにここはかっこいいから欲しいですね。ないけど。4、ここの部分に角のようなパーツがあるんだけど存在を疑いたくなるフォルムですね。5、フレームに厚みがあるしエアインテークも見えるね。もはやシールゲーっていうかテクスチャなのでは？ 6、ここのパーツにも厚みがある。もはや完全に別物。こんな感じかな。ここまで違うともう好き勝手やっていいんでは？そうだね。まあ原作リスペクトだからね。できるとこまでやってみるさ。とにかくこのパーツを3つに分割してそれにディティールを足そう。今3つって言いましたよね。さらに分割って言いましたか？そうだよ。何か？多分どうせ主任さんはこれを走らせるつもりなんでしょ？無論そうだとも。ミニ四駆は走ってなんぼでしょ。だったら強度的に変な分割はしない方がいいんじゃないですか？それだとクロスの形にしづらいんだよ。なんですって？そもそもこのライズエンペラーは着脱式を目指してるからね。
最低限それを実現してオーバルコースくらいは走ってもらわないと。ああ、やっぱり着脱式にするんですね。うすうすそうじゃないかなと思ってたんですけど、 YouTube のコメントでももらいましたもんね。なんでもネオジウムのマグネットがいいらしいですよ。ああ、ちっちゃな磁石で行こうかと思ってたんだ。それにしよう。着脱式はやっぱりロマンだよ。それに走行動画撮影するときにパーツがボロボロと外れたんじゃ様にならないしね。確かに一応これコンデレマシンですよね。もちろんそうだよ。コンデレマシンだよ。それでもミニ四駆は走るのがかっこいいと思うし、クロスはつけるのがかっこいいと思うんだよ。僕はね、それが見たいんだよ。そう、僕にできることはただ一つ。自分の心を形にすることだけ。僕は自分の遊ぶおもちゃが欲しいわけじゃないんだよ。俺は無限にロマンを内包した世界を作りたいんだ。これがクロスつけて走ったらかっこいいだろ。行くぞ、まだ見ぬレーサーたち。パーツの在庫は十分か。期限だ。今度はとネタか。懲りない人だな。はいはい。つまり原作リスペクトをしつつ、この構造とサイズで着脱クロスを実現するなら、まずフロントフレームはプラ板で延伸しつつ、ネオジウム磁石を各1組配置でいけそうですね。加工の都合上ピンバイスで穴を開ける方法が簡単だろうから、磁石は丸型の直径 3mm くらいかな。サイドフレームはまず分割するんだっけ。ここはいじらない方が良いと思うんだけどな。このロマン的変態機構を実現するならジョイントパーツが必須だね。パーツを組み合わせて瞬着3で繋ぐようにしよう。マグネットはフロントと同じサイズで前後の2組で配置したら多分固定できるよね。足りなかったらマグネットを足す感じで。しかし複雑な形状だな。だいたい予想はつくけど黙っておこうっと。それでその上でエアーインテーク部は冠構造にして上から乗せる感じかな。ここは本当に違う部分だから、ある意味解釈の違いがあるな。磁石でカチッとうまくくっつけば良いんだけれど、そんなに精度が高く完成できないかもな。多分サイドフレームとの接合部の間がネックになるはず。まあここは主任さんに苦労してもらおう。あとはパテで細部の概略の形をまとめると、だいたいこんな感じかな。はい、今回の改造計画完成。よきよき。さて、おやつだー。今日は冷蔵庫にプリンがあったはず。というわけで、いつの間にか冷蔵庫からプリンが2つ消え失せて、いつの間にか出来上がっていた改造計画をもとに作業をしていこへう。いつになくやる気だね。そうですか？普通ですよ。まずフロントパーツからだね。やりやすいところから積み上げていく感じですね。そうだね。それで先の形が見えたら儲けもんだよね。まずウインカーになるアクリル板の端材を切り出してサンドイッチ。位置決めも重要だから下敷きを作っておく。ふむふむ。次はプラ板を積層させて成形していく。形を大まかに整えてデザインナイフで切り出していく。割と難しいなこれ。もっと力を込めて。あ、主任さん気をつけ。うわ、やりよったとです。工作は慎重にしないと。ざっくり言った。次の作業始めますね。使うパーツはこれ。ネオジウム磁石、直径 3mm、高さ 1.5mm、形を整えたパーツに 0.5mm からドリルで掘り進めて直径 3mm まで拡張する。シャーシに反対側のマグネットを仕込んでですと、いい感じ。ネオジウムってすげー。くっつくって癖になる感覚だ。これだけでちょっと楽しいかも。逆サイドもマグネット化しておこう。さあ次々、サクサクいきましょう。サイドフレームの3分割。まずパーツを分割する。それでもって次は、ジョイントパーツ追加。使うパーツはこれ。ボールジョイント。これを組み合わせて、最低限の強度を確保しつつそれぞれのパーツが別の回転軸を持つようにする。
最低限走れる強度を保ちつつ、こうやって仮配置しておこう。隙間が開いてるから、プラ板を追加しよう。優先度は、1に変形、2に外観、3で左右対称。なんとかなりそう。結構決まってるでしょ。ディテールの方針のために、作り込んでおくのも必要だよね。確か主任さんがディテールアップパーツ買ってたな。これか。ディテールアップパーツ、ダクトノーズルこれをこの部分に装着する。それで、パテ、表、仮配置。よしよし、いい感じ。あるかどうかわからないレベルだけれど。この部分は絶対にオミットする主任さんじゃないしね。あと、この角も追加しておくか。それをフロントパーツと同じ方法で、マグネットを埋め込む。うわ、思った以上に複雑な形になっちゃったな。後でバランス苦労しそうだけど。まず片側だけを完成域まで追い込んでおかないと。エンペラー側にもマグネットを追加。これはこれでかっこいいかも。サイドフレームにマグネットを強引に瞬着3でくっつけて。えへへ、これが進捗状況。いい感じでしょ？マグネットのカチャカチャっと、はまる装着感がたまりませんね。一応進む先ってのが見えてきたかな。でも、これを左右対称にするの、大変そう。まあ、いいかー。よし、逆サイド、同じ方法で、エンペラー側に。うわー。ミニ四駆作って走らせようぜ。ライズエンペラーでコンデレ。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。